佐渡セジャは、四女が41歳の時に生まれた待望の王子でした。四女は王子の誕生を非常に喜び、大変可愛がりました。そして1歳という若さでセジャに確立されました。朝鮮王朝におけるセジャ確立の平均年齢はおおよそ5歳から10歳前後とされており、四女の特別な喜びがうかがえます。朝鮮王朝時代の王子たちは4歳頃から初歩的な儒学の教育を受けるのが一般的でした。佐渡セジャはソロンパの学者たちから学問を学びました。四女が自らの対立派閥であるソロンパの学者に学ばせた理由について記録は残されていません。しかし、おそらくタンピョンチェクの一環だったと考えられます。四女は即位以降、王位継承の正当性を問われ続け、政治的な困難に直面してきました。こうした経験から次の王位継承者である大切な佐渡セジャが広く認められる王となることを強く望んでいたと推測されます。そのため四女は意図的に佐渡セジャを対立する派閥と関わらせ、彼に多方面から支持を得られるように育てようとしたのかもしれません。佐渡セジャは非常に頭が良く、わずか3歳で儒教の経典、公経を暗唱するなど天才と評されました。しかし、学問よりも芸術や武術を好み、さらに体格にも恵まれ、力持ちでした。こうしたセジャの気質に四女も気づき、偏りすぎないように注意を与えていましたが、成長するにつれて佐渡セジャは学問を遠ざけるようになり、次第に四女が叱ることが多くなっていきました。10歳の時、四女が学問が好きか嫌いかと尋ねると、佐渡セジャが嫌いと答え、四女は正直で嬉しいと褒めました。この頃まではまだ父子関係は比較的良好だったと考えられます。しかし14歳の時、四女が漢の文帝と武帝ではどちらが優れているかと問い、佐渡セジャが文帝と答えると、そんなはずはない。お前は武帝を快く思っているはずだ。私を騙すのかと叱ったと伝えられています。この時、もし佐渡セジャがアバママが文帝に似ているからですと答えていたらどうなったでしょうか。四女はさらに
起こったでしょうか。それとも微笑みが見られたでしょうか。この頃には佐渡瀬者は自分の真心が父に伝わらないと感じ始め、父に対する不満や恨みが心の中に芽生えていたのかもしれません。そのため、このような場面では素直に言い返すこともできなかったのかもしれません。四女は佐渡瀬者を強い王として成長させたいという願いから生後わずか100日ほどで聖母の元を離れさせ、正室であるチョンソンワンフの養子としました。こうして佐渡瀬者はチョンソンワンフに可愛がられ、乳母や女官たちと共にチョスンジョンで暮らし始めます。この御殿は現在のチャンギョン郡内にあるナクソンジェの南東側付近に位置していました。しかし、佐渡瀬者が亡くなった2年後に火災で焼失し、以降再建されることはありませんでした。佐渡瀬者が暮らし始めた御殿、ジョスンジョンはもともと1487年に瀬者の居住空間として建てられた東宮であり、何度か再建されています。この御殿はスクチョンの母であるミョンソンワンフが住んでいたほか、四女の兄であるヒョンジョンが瀬者時代に暮らし、その後はヒョンジョンの系室であるソニワンフの住まいとしても使用されました。また、スクチョンが日々の住居として建てたチソン壇は、佐渡瀬者の食事を作る厨房へと改修されました。激しく対立していた嫁姑、ミョンソンワンフと日々の住まいが近接していた点は非常に興味深い事実です。このように日々やソニワンフといったマイナスの因縁を持つ御殿が佐渡瀬者の居住空間として選ばれたのは、単にそこがもともと東宮だったからなのでしょうか。それとも偶然が生み出した運命のいたずらなのでしょうか。佐渡瀬者に仕えた女官たちはもともとキョンジョンの系室であるソニワンフに仕えていました。ソニワンフは王族を養子に迎えることで四女を王位継承者から排除しようと計画していましたが、キョンジョンの突然の皇居により、その計画は未遂に終わりました。その後、彼女は四女の即位に伴い、テビとなりましたが、両者の関係は険悪で、過去の計画が再び取り沙汰される中で、わずか25歳で生涯を閉じました。彼女の最後は別の離宮で食事をとることを
拒んだ末のものでした。その5年後、チョスンジョンは佐渡セジャの住まいとして改修され、ソニワン府に仕えていた女官たちが佐渡セジャのお世話を担うことになりました。しかし、これらの女官にとって四女は性的であったため、彼女たちは佐渡セジャに四女やノロンパに対する否定的な言葉を吹き込み、結果として佐渡セジャは反ノロン、親ソロンの立場を取るようになったと言われています。佐渡セジャは9歳の時に同い年のヘギョン郡本氏と結婚しました。15歳の時、第一子となる王子が生まれましたが、残念ながら2歳で早逝しました。17歳の時に第二子が誕生しました。この第二子が後の第22代王チョンジョです。その後、19歳と21歳の時にそれぞれ王女が誕生しました。若い頃の佐渡セジャとヘギョン郡は仲睦まじい夫婦だったようです。四女の命令により佐渡セジャに関する公式記録は抹消されてしまいました。そのため彼の生涯についての研究はヘギョン郡が後年に記した自叙伝が重要な資料となっています。この自叙伝は한준록または한준록とも呼ばれています。読み方は同じで漢字が異なっています。彼女が60歳になった1795年から10年間にわたって書かれたこの記録には、夫である佐渡セジャの悲劇的な生涯や実家の本氏の正当性を主張する内容が綴られています。